こんばんちくテリアモン助手です。今日の企画は祝テリアモン助手研究室1周年記念1年間の活動を振り返ろう。そうなんですね。2024年8月6日にスタートしたテリアモン助手研究室、なんと1周年を迎えました。すごいね。もう1年経ったんだね。ここまで続けられたのは本当に1年間見続けてくれたみんな、テリスナーのみんなのおかげ。本当にいつもありがとうございます。それでは1周年を記念してこれまでの活動を振り返っていこうと思います。テリアモン助手研究室、僕の奇跡。はい、8月と9月初回放送とか、デジアード展ちょうど8月だ、去年だ、ありましたね。でここから恐ろしいクイズの歴史が始まり、角郎さんも来てくださいましたね。で挨拶も決まったりして、そうね、ゲームもいっぱいやってきたよ。近々だとなずなちゃんとか加賀なずなちゃんとかとコラボしたし、こうやって見ると本当にいろいろ頑張ってきた。いいね、しみじみしちゃうね。まずはチャンネルが始まったばっかりの8月&9月の活動がこちらです。初回がありましたね。皆さんはじめまして、テリアモン助手ですみたいな動画だったよね。でデジアート展潜入しました。楽しかった。また戻りたいよ、デジアート展に。よかったですね。三落さん、どうもどうも。どうもどうも、こんばっちぐ。よろしくお願いします。お願いします。コンバッチグ思い返せばチャンネル始まってから皆さんからね募集して決めたんですもんね。そうだよ。テリアモン助手の自己紹介の挨拶はコンバッチグー、テリアモン助手です。かっこお肉大好き。コンバッチグー、テリアモン助手です。かっこお肉大好き。続いて10月11月の活動がこちら。やりました。初ゲーム実況。僕のゲーム実況の歴史はここから始まったデジモンレーシング。なぜこのゲームにしたんだっていうか、難易度高めなね設定でもみんな果敢に挑んでたんだよ。ゼロ中の同時視聴なんていうのもやってみて。やりましたね。いろんな新しい試みたくさんやったよね。そうだよ、10月11月の時点で5万人突破だったんですよ。確かに。いやでもすごいペースで伸びて、デジアード店の後押しとかもあったりは。そうだよ。そうですね。そして12月1月がこちら、年末年始ですよ。初のデジカ開封でパラレル引いちまうっていう。そうでジオゲッサーも初めてやらせていただいたんだけど、外出してやんよみたいな言い方されてすごいウキウキしたら結果出てねえじゃねえかみたいな話だって。あとこれ伝説のデジモンバトルクロニクル。テリスケが途中ずっとアンチで動かない。アンチでもアンチも作品じゃん。そうですね。そうでもさ、途中でスタッフさんが「いや動いてくれないと」って待って、どこにいる？もうここでいいよ。アンチ懐かしいですね。懐かしいですね。やりましたね。そして2月3月がここからタイムストレンジャー。もう僕たちはタイムストレンジャーもう待ちきれない気持ちで2月からずっと頑張っていたんだね。そうですね。しかもこの時期まさにデジモンコン2025。そうか。その時期ですね。その時期だ。アグモンさんと共演して。いやもう尊すぎたね、アグモンさん。可愛かったな。デジモンの魅力はやっぱアグモンさんが引っ張ってくださってると言っても過言ではないね。一生背中についていくと決めた日という感じですよ。そしてデジカ開発者さんにインタビューとかして、デジカの初対戦ですよ。秀吉との。秀吉優しかったね。なんで秀吉さんだけ呼び捨てる仲良しなの？仲良しで秀吉だから。なるほど。ディレイは進化するときにしか使えないから登場させるのであればそのまんま7コスト払う。自分が負けちゃうかもしれないのですごい効果を説明してくれて、僕が勝つような感じにしてくれたっていうあれもいい回でしたね。いい回だったよね。しかもここから僕はデジモンのゲームだけじゃなくていろんなゲームに挑戦するデジモンなんだなっていうことが始まったのが
モンスターハンターワイルズ伝説のゲームですよ。どっかの誰かさんが産落ちしたっていうどこの誰だい？でもあの頃の僕はやっぱ下手でしたね。あら、今は全然集中モードとか自由に使いこなせるし、あら、バンバンモンスター飼ってます。そして4月5月はクイズデジモネアっていう画期的なクイズが始まったよ。まだかつて見たことのない形式でしたね。いやデジモンタイマークイズの難しさったらないんだってそしてタイムストレンジャーですよ。もうプロデューサーさん原さんと僕たち仲良しですから、原クリモンって言ったって過言ならない。街のこと隅々まで教えてくれたからねクイズもやったじゃないですか。やりましたね。クイズやった時もこっそり教えてくれて、こっそりではないか、ストレートに教えてくれたから、そう移動してるじゃないですか、次ここで。彼らは移動してる。そうですね。ここじゃないんだ。なんで、彼の姿を追ってみるとかもありかもしれないですね。本当に原クリモンとは一生仲良くしていきたいと思ってましたよ。ありがとうございます。でデジモンコミックの魅力もね、いっぱいお話しさせていただいたりとかで、ここでチャンネル登録者数がなんと10万人突破というねえ、駆け抜けたよね。本当に駆け抜けましたね。で続いて6月7月はゲーム実況のデジモンストーリー。そうだね、最速プレイとかさせていただいたよね。でナジュピですよ、加賀なじゅなさん。一緒にゲームもプレイして、そう糸もやったよね。で、ですね。久しぶりにやりたい企画、会いたい人、でも会いたい人はなんかもう出てくれたスタッフの皆さんとか、タレントさんっていうのかな、タレントさんとかみんないい人たちだったからまた来てほしいし、ほら堀川さんとかさ、グッズ作ってる担当の報告もらわないといけない。そうなの、報告しに来てないんだよ。でもさ、実はこの間にテリスケのグッズ発売されてんだよね。でドン。そう、プレミアムバンダイさんで僕予約したよやっぱグッズ作ってくれるっていうのは一番ありがたいですよ。そうですね。ファンのみんなも喜ぶし、僕も喜ぶしっていうのが一番大事だから、確かモチベにもなるし。テリアモン助手研究室ということでですね、突然ですが、ここでクイズです。なんでだよ何のだよ。何ですかクイズ？今回のクイズはですね、題してこの時テリスケはなんて言ったクイズです。本当にクイズじゃん。何のためにこのクイズやるのだねちょっとプリプリそれはプリプリするだろうよ。いや、趣旨としてはですね、この時テリスケはなんて言いましたでしょうかっていうのをテリスケが当てる。そんなん脊髄反射で喋ってんだから覚えてるわけないだろ問題は全部で6問、6問中4問正解でクリアとさせてクリアとかあるのね。あります。今回テリスケがクリアできた場合、なんと願いを何でも叶えようと。何でも持ち帰る可能性はあるんですけど、持ち帰るなよ今回は形式としてはテリスケの得意なと言いますか、4択で問題を出題。なるほど、デジモネアだね。そうですね。ダブル台風とか使えないんですか？今回デジモネアではないので選択肢を削るダブル台風ただはの4択クイズありません。ダメです。YouTube 見ながらやっちゃダメ絶対ダメでしょ。絶対ダメだ。分かった。頑張っていきたいと思います。テリアモン助手研究室2024年9月3日放送、テリアモン助手グローバル挨拶チャレンジからの出題です。やったのは覚えてるよ。挨拶いっぱいやったよ。海外リスナーのために10カ国語で挨拶する僕。この時テリスケはなんて言った？もし僕がうまく発音できなくてもみんな心の声で聞いてほしい心の声で聞いてほしいってお前は何を言ってるんだ。僕のこの拙い言い方でも、きっと伝わるはずだ。
リロリロリロってハテナが出てたところでなんて言いましたかっていうこの4択から1許してほしい2スタッフが字幕をつけてくれるだろう3心の耳で聞いてほしい4僕たちの絆の力で伝わるよね。これはね僕わかるわきっと一番頭が悪そうなやつじゃないのだいぶ初期の頃なんですよ。なのでまだテリスナーとかスタッフとかとのやり取りが、これから慣れていくというか。1じゃないな、僕1だと思ってた。許してほしいだと思ってたけど、心の耳で聞いてほしいって言うかな。そんな賢さあったかな初期にはあったのが今はないんだ今はないかもしれない。3番にしますか。スパイキングフィニッシュ。スパイキングフィニッシュ。それでは正解はこちらです。みんな心の声で聞いてほしい。心の耳で聞いてほしい。賢かったこの回さっきもちょっと話しましたけど、世界中のいろんなテリスナーのみんなからコメントもいただいて、いい回でしたね。そうだった、世界中から愛されてるんだなって思った。ということで、見事1問目正解ということで、よかったね。1問目から転ばなくてよかった。続いて2問目はこちらです。2024年9月10日放送、憧れの人に会えました。角堂さんへのインタビュー会からの出題です。これは印象的だったはずだよ。この時テリスケは何て言った？デジモンファン必見の回でございますよ皆さん、僕がインタビュアーになってテレビアニメデジモンアドベンチャーの制作秘話を聞いちゃいます。いいね。デジアド展ではねちょっと楽しみすぎちゃってね、なんかねこんなところめっちゃ喋るやん。ただのデジモンオタクみたいになってしまったんですよ。それではゲストの方をお呼びします。スペシャルゲスト角堂ひろゆきさんです。1とんでもないことが起きています。2、この回のために生まれてきたのかもしれない。3、やばい、すごい、エモい、やばい。頭悪い4、魂が躍動しちゃった。4番は言った覚えがある気がするんだよな。長さ的には魂が躍動しちゃったじゃないな。いないいないバー形式やめてほしいね1だよ。4がもうしもうしということで。でもこれさ、モザイクの量がいないいないバーって2番スパイキングフィニッシュ。スパイキングフィニッシュとする。正解はこちらです。頼むテリシュケ。デジアート展ではねちょっと楽しみすぎちゃってね、なんかね魂がねそっちかもう躍動しちゃってたんですよ。ただのデジモンオタクみたいになってしまったんですよ。魂が躍動しちゃったって言うんだよ。尺で測るとそう一回間を取ってたのね。そうテリスケは間を取れるデジモンですからね。そうだったわ。これは失敗。そうなんです。でもこの時の角堂さんのインタビュー以降もね、なんか今後もいろんな人にインタビューしていきたいなと思えるんですけど、いかがですか？今後インタビューしていきたい人とかなんか。それぞれの脚本家さんとかにはインタビューをしていきたいかな。そうですね、確かに。大和屋暁さんとか脚本家からね、印象的な回を書いてる人が多いので、確かに。ぜひちょっとテリスナーの皆さんからもいろいろこの人の話聞いてみたいみたいなのがあれば教えてもらえればと思います。お願いします。次の問題は2024年12月3日放送、一番くじクオリティが高すぎるデジモンの一番くじをテリアモン女子が解説のシーンからです。クリアポスターのこだわりを聞いている時にテリスケが言ったことです。何言ったかな。この時テリスケは何て言った？クリアポスターの特性上、透ける部分と透けない部分を表現できますので、背景が透けるシーンをしております。奥行きのある。オタクはねだよねが大好き。わかる。大丈夫そう。捉えてますよオタク心を。オタクはアクリルと缶バッジが大好き。オタクはメタリックとクリアが大好き。オタクはレッドとブルーが大好き。オタクはリアルとデフォルメの共存が大好き。僕これは絶対に正解する。あら。2番です。オタクはメタリックとクリアが大好き。メタリックキラキラギラギラしてるの大好き。あと白押し大好き僕もメタリックになりたいものですよ。メタリックになりたいんだ。メタリックテリアモン女子
いやちょっと盛り上がっちゃったんですけどまだ正解かどうかわからなくていや2番絶対正解だってオタクはメタリックとクリアが大好きスパイキングフィニッシスパイキングフィニッシュ。ュ。はいじゃあ正解見てみましょう。こちらです、背景はスペル仕様にしておりますので、わあ、はい、オ奥行きのあるタクはねギラギラなメタリックとクリアが大好き。そういう生き物なんだってば。お見事すぎるそう正なんだよ。解です。これもうね常識みたいなもんだから。そうですね。いやもうでもこの一番くじの回も本当にいろんな情報が知れましたし、またねこの時の知識が多分次の一番くじそうにも我々は多分違う目でそう見れたりはすると思うので楽しみですね。3問目は見事即答で正解で。よかった。第4問は2025年2月25日放送開発者登場デジカ裏話を聞いてみた。はあ、デジカの、聞いたねはい、企画開発担当者さんにデジカ開発で大変だったことを聞いている時のテリスケ。この時テリスケは何て言った？ディープセイバーズっていう水星デジモンを集めたデッキが、そのテーマがあるんですけど、自分の海の中だと強かったり海の外だと相手側だと別の効果が出たりっていう風なので、水面に近いほどその両方の効果で強いよみたいな感じの、テーマを考えるまでに結構いろいろ試行錯誤して苦労したっていう覚えがありますね。でもそれ完成した時すごいなんだわからぬ。めっちゃ喋ってる。海水だけに海水だけに。素晴らしいですね。 C だけに。ふんふん。喜びもひとしおだった？塩だけに。ってことは海が好きなの？開発者だけに。波の努力じゃないよね。波だけに。これたださ三落さんがさいいこと言ったでしょっていうのを言いたいだけじゃん。残りの3つを注目してほしい。そうだよね。海が好きなの開発者だけにって思いつかないもん僕は。なるほど、2と4はどっちもまだありえるかも。いや2番です。あら喜びもひとしおだったんじゃないか塩だけにって。スパイキングフィニッシュ。スパイキングフィニッシュ。それでは正解見てみましょう。こちらです。波々は言わんやろ。でもそれ完成した時すごい喜びがひとしおだったんじゃないですか。そうですね。塩だけに。ちょっと待って、アホみたいな演出にしないでよ。うまいでしょ。いやうまいんですよ。塩だけにチーンじゃないんだよ。この回を収録した後からもうデジカの見方が変わっちゃってなんかこれはきっとこういう設定なんじゃないかみたいなのをすごい考えるようになってきたので多分テリスナーのみんなもそういう見方をしながら、ね、デジカも楽しんでくれたのかなっていうふうにそうだね。ですね。いやでも見事正解でこのままじゃあ続けて第5問いきたいと思います。5問目2025年4月15日放送新商品紹介のゲームでテリアモン女子が覚醒からのシーンです。失敗すれば1分しか紹介できないクリアすれば無制限という企画の中でさっきしを呼んだのにもかかわらず失敗したら1分ってなんて失礼なんだって切れ散らかしてる。そうです。それを言われた時にテリスケが言ったやつ。この時テリスケは何て言った？テリスナーの皆さんも絶対この情報聞きたいのに紹介したくないっていうのがどうなってんだ。ちゃんと紹介できるように頑張ってほしいなと思って考えました。我々もなんか怒ってるな。成功の確率。ゲーム系が苦手なテリスケ。わかった気がする。あら。ちょっと面と向かって3番のようなあまりにも無能すぎるっていうのはちょっと失礼が過ぎるんじゃないかってなるほど冷静なこの立場になってみたら思うから頼むから言ってないでくれって今思ってるんだ。3番はあまりにもちょっとひどい言い回しだなと思って4番もさそうだよね出直してなんてさなるほど大人の人に向かって出直してなんて言っても欲しくないよねテリスケ。残りの2つもダメでしょお前この番組ちゃんと見てるかは言った覚えがあるんだ。ほらスパイキングフィニッシュ。スパイキングフィニッシュとさせていただく。ちゃんと紹介できるように頑張ってほしいなと思って考えました。我々も。お前この番組ちゃんと見てるか結構真面目なトーンで書いてる本当に怒ってた。これ多分佐々木氏も来てくれたし、そうテリスナーと僕の気持ちが一致してるにもかかわらず
試練を与えて1分で佐々木氏を返そうとしてるスタッフに対する苦言です。確かに。いやまたでも佐々木さんもねお呼びしたいですね。まあきっと今後もいろんな液晶玩具いや出るとめちゃくちゃ作ってくれてるからね。そうですよね。液晶玩具。いろんな情報発表ありますし。待ってもうだってもう正解したんじゃない？1個しか間違えてない。そうなんです。もうこの時点で。なんでも願いが使われてくれるぜ。第6問。ちょっと遡るんですけど2024年8月15日放送、これまさにデジモンアドベンチャー展潜入レビューの回から、いろんなデジモングッズがある中テリスケが発したとあるセリフ。この時テリスケは何て言った？なんだろうな。僕のグッズなくない？いや絶対にあるはず。絶対にあるはずって一生懸命。テリアモンならあるはず。あ、これは選ばれし子供たち。これかわいいなやっぱり。全部買い占めたいよ。フロンティアさん。そしてここテイマーズだよ。ほら、あったよ。テリアモンあったよ。あ、ちょっと。これ失礼なこと言ってるなきっと。テリアモンなグッズあります。失礼な面と向かっては言わないよって言いました。この時テリスケは何て言いました？ 1. カメラマンさん仕事して。2. 信じられないありえない。3. 違う戻って。4. 何しに行ったんですか4番はひどい言い方だね。1番のカメラマンさん仕事して。あらちょっと想像をはるかに超える即答率、そうだろう。スパイキングフィニッシュ。スパイキングフィニッシュ。はい、では正解見てみましょう。こちらです。当たってるよ絶対。ほら、あったよ。テリアモンあったよ。あ、ちょっとカメラマンさん仕事して。ね、こっち言ってたでしょ。テリアモンのグッズありました。言ったんじゃよ。はい、これも別にカメラマンさんを批判したわけではなくて事実を述べただけです。仕事をしてませんよ。映すことがカメラマンさんのお仕事ですから。でも思い返せばこのデジモンアドベンチャー展に潜入レポートした時はアンバサダー初仕事で、そうだよ、初めての仕事だった。そうですね。気づけばそろそろエキスポも開催される、デジモンエキスポも開催されるということで。そうだよ。テレスナーの皆さんにお知らせがございます。2025年9月の20日21日に東京ドームシティプリズムホールにてデジモンエキスポ2025が開催されます。そうなんじゃよ。そして今回ですね、なんとテリスケ単独ステージもあります。みんな来いよ。今スタッフさんを見ています。みんな来いよ。来てくれ頼む。詳細はまた後日に発表いたします。続報をお楽しみにしていてください。今回のクイズの結果は6問中5問正解で、なんとチャレンジ成功です。チャレンジ決まったよ。自分の発言でしょから。気づけば今ご案内いただいたエキスポもそうですけども、1年前には、デジモンアドベンチャー展の潜入レポートもし、なんとその1年後にはデジモンエキスポで自らのステージもあるっていう、本当に充実した1年というか、すごいとこまで来ましたねっていうのはそうですね。いやもうスタッフさんのおかげだよ。もうそこら辺はテリスナーないし、このテリスケのテリアモン女子研究室を支えてくれてるスタッフさんのおかげでもあるよ。チャレンジ成功したっていうことは僕のお願い何でも聞いてくれるでしょうね。はい、叶えましょう。ほう。デジモンビートブレイクに僕が出るのはどうなんですか。東映アニメーション、いた。東映アニメーションさんの偉い人いた。僕がデジモンビートブレイクに出る。全勝します。持ち帰りたそうな顔してる。持ち帰ってくれた。テリアモン助手研究室ということで、英気も養ったところで今日はこれでお別れしていきたいと思います。これからもデジモンの魅力を伝えるために頑張っていきます。2年目のテリアモン助手研究室もどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価、コメントみんなしてね。みんなが好きだった回とかこの1年間の思い出などをコメントで教えてみてね。全部読むよ。ということで今日はこの言葉でお別れです。
みんな大好きグランデスビッグバンだからこれ全部終わっちゃうんだって。